はい、本日はですね、こちらの車両はストレートで速いだけじゃなくて、コーナリングでも速いです。では、なぜこのワゴン R MH21S、AZ ワゴン MJ21S が速く走れて速く曲がれるのかというのをですね、紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでも別所。はい、ということで、早速ですね、この車両のエンジン周りと足回り具合、こちらをですね、ご紹介したいと思います。まず、後ろ回りをですね、ご紹介したいと思います。それでは、後ろ回りなんですけども、まずはですね、こちらのマフラーですね。マフラーは、柿本 R のマフラーで、そして前に続く中間パイプもストレートになっております。さらに、触媒の方もストレートになっておりまして、排気効率が十分に引き出されております。パイプの係数に関じましては、すべて 50.8 パイ。フランジの部分でちょっと絞られている部分もあるんですけども、基本的には 50.8 パイで統一されているようになっております。そして、マブラの車両でね、一番他の車両と違うというのを感じるのは、やはりこちらの独立アクセル。これがやはりすごくいい仕事をしてくれてますね。こちらボディの方にですね、土台をつけまして、そこに対してアームがですね、つくようになって、そしてここが分岐点となって、アクセルシャフトがぶった切られている。それで左右独立してガチャガチャ動いてくれるというので、非常に乗り心地は良くなりました。やはりどうしても通常だと片側が沈むとこっち側が連動してしまうので、やはりなんか違和感のある動きなんですね。それなんですが、ここがぶった切られていることによって、こっちが動いてもこっちは動きが動じないので、非常に乗り心地が乗用車のような感じになって、すごくいいんです、乗り心地が。そして同様に、後ろはここのブレーキホースがメッシュホースに変わっておりまして、サスペンションはラルグスの車庫調が入っております。バネレートに関しましては、レオンのですね、10キロのバネをつけて、それに合ったロアシートアジャスターをつけております。皆さん多分これ見たら、わかる人だったらわかると思うんですけども、見てください。このバンプラパー、実はこれ純正なんです。それでこのロアシートで隠れているのにもかかわらず、こんだけ頭飛び出してるじゃないですか。それで、ローダウンされてる方だったら、ここの隙間見たことある人はわかると思うんですけども、ここのお皿が通常だったらこれぐらいで、もうほんと数センチしかないんですよね。それなんですが、純正のバンプラパーなのにもかかわらず、こんだけ、およそ6センチから7センチぐらい隙間があります。通常のワゴン R とかだとこのようにはならないんですけども、この理由はやはりこちらの独立アクセル。これがものすごく恩恵していて、サスペンションの動きをですね、非常に増やしてくれるんです。それなので、速く走れるだけじゃなくて、乗り心地もよく仕上がっております。そして独立アクセルは、ここで等の調整ができます。これを伸ばしたり、縮めたりすることによって、ここの位置がこっちに動いたり、こっちに動いたりすることによって、これに連動しているホイールのこのナックルがこのように動いてくれるので、それで等の調整ができるようになってます。通常のワゴン R なんかだったら絶対ありえないですね。そして可変式にもなっておりまして、3段階で車高の高さの調整もできるんですが、私はそんなに車高は下げたくないので、一番高い設定の25ミリダウンの一番高い設定でセットしております。そしてキャンバーはおよそ後ろは2度ぐらいキャンバーがついている状態になってます。ちなみに柿本のマフラーは出口が通常ですとこれぐらいなので、車検の時はこちら外しますが、少しバンパーからですね、出るような感じにして、テール部分が見えるように仕上げております。この車両の後ろの部分の速さの理由はこんな感じとなっております。ホイールなくなっちゃったの？ホイールは紹介するために今外したんですよ。なんで？見やすいじゃん。こんな感じで。ちなみにワゴン R あるあるなんですけども、ここのマフラーのブッシュによって、皆さん多分この横の部分のこのトライアングルの部分のボディと、このマフラーがですね、よく干渉する方多いと思うんですけども、これつけると最高です。この形のマフラーブッシュを取り付けると、非常に調整の幅が広がるので、マフラーの出口もちょうどつらっつらにもできるし、ここのトライアングルの部分も干渉しなくなりますので、こちらのマフラーブッシュ、非常におすすめです。ちょっと高いんですけどね。ただ強化にもなっているので、ご覧の通り、こうやって動かしてもあんまり動きません。カメラが動いてます。このようにマフラーを動かしてもほとんど動かないので、それなので干渉も非常にストレスなく運転できます。はい。やりましたね。で、何やってんの？今は、今度の10月12日のバーベキューのために、
ホイール外した機会が今回あったので、同様にホイールをチェンジしてバーベキューに挑みたいと思います。お肉が超高カミカミじゃねえ。高速で焼けるやつ。何言ってんのなんでお肉が関係あるの？バーベキューだから。なんでお肉が超高速で焼けるなんて関係あるの？回転がいいから。何言ってるの？ドレスアップコンテストバーベキューの時に参加する時のホイールはこのスペーサーを外します。すでにホイールが太いので、それなのでスペーサーは必要ありません。外すとちょうどいいんだ。そうです。これでいいかな。ホイール洗いました。ちなみに独立アクセルだとこういうワイドな太いホイールも容易に履けるようになります。ワイドってどれぐらい？数字教えて。7J です。わかる方だったらわかると思います。かなり軽自動車にしては太い方ですね。今こんな感じ。ちょっと出てる。はい。これが独立アクセルだと、通常のワゴン R だと、これ間違いないですよ。フェンダーに当たるんですよ。ここがガーンって当たるんですよ。見るからに当たりそうじゃん。下がった時？はい。へー。これが独立アクセルだと、沈んだ時に中に入っていくので、それなんで、これでも干渉してないんですよ。出てるのに中に入るの？入ります。乗用車のようなサスペンションの動きになるので、干渉しないんですよ。こんだけ出っ張ってても。これが、やはり一般的なワゴン R ユーザーの方からしてみると、ありえないって思うぐらいの出っ張り具合です。わかる方だったらわかると思います。マジかっていうぐらいのレベルです。私もこれ最初見たときびっくりしました。何より？何の話びっくりしたの例えで何よりびっくりした？初めて東京タワーを見たとき。あしょぼくないかいや、すごいじゃん。でかっ。違うびっくりだね。何が気に食わないの？感動したってことや。感動したってこと？そういうこと。多分これ見る人見たら感動すると思いますよ。こんなですよ。なんで今半信半疑で見たの？いや、改めて見たいなと思って。うん。これが車体を下ろすと分かりますけど、当たらないんです。こうね。はい。ほら、ちょっと出てる。当たらないです。こんな感じ。ちょっとどころじゃないです、これ。これはアウトじゃないっていうぐらい。でも入っちゃうんです。ここにすっぽり収まるんですね。収まります。ほら、すごいでしょ。これ M さんから見たら何のこっちゃって分かんないでしょ。ここの隙間が、車庫帳だけ組んでる人とかからすると、ここのバンプラパー、しかもこれノーマルなんですよ。それと、ここの下のお皿、ここの隙間がものすごくでかいんですよ。10センチくらい10センチくらいあるかね。通常、この独立アクセル入れてないと、例えばこの純正のバンプラパーだったら、車高落としちゃうともうこれぐらいなんですよ。低さが。下がっちゃうんだ。3センチくらいになっちゃう。だからストロークがないんです。全然。ちょんとしたら当たっちゃう。ゴンって当たるから乗り心地がものすごく悪いんですよ。ただ、この独立を組んでることによって、ここのストロークがこんだけ確保されるから、その分乗り心地がいいんです。というからくりです。隙間があるってことは、その分ストローク、アブソーバーが動いてくれるから、吸収してくれる領域が広いという感じです。私がいつも言うぽよぽよね。そう。エアぽよぽよしてる。そう。この車ってあなたも運転したことあるけど、乗り足は硬いけど、あなたの車見てゴンゴンはしてないでしょ。そう。それがこれの違いなんです。あなたのは公認取ってないんですよ。そう。私の車はこの独立アクセルが公認車両なんですよ。取ってよ。だから、さらに言っちゃえば、車検そのままこれで通せた。取ってよ。大変だから嫌です。ほら、こんなに大きいのよ。見せて、あれやちょっと待って。このホイールをつけます。あれこれあれじゃん。前履いてたやつ。そう。通常履いてるロードスターの純正の16インチと比べるとこんだけ違います。左の方がタイヤ厚くていい。もちろん。これ1655016。こっち165。わかんねえのかよ。忘れちゃった。わかんねえなら言うなよ。こっち1653518。サイドウォールがもうこれしかないから。実質165-7J で引っ張っちゃってるから、35って言ってもこれもう多分20とか25とかそれぐらいで衝撃のサイドウォールのなさです。比べてみると明らかに違うでしょ。大きさも違うし、タイヤの厚みも違うし。これは正直乗り心地は悪くはなります。これはもうドレスアップ目的です。完璧に。厚みがあった方がやっぱりいいんでしょ？タイヤの厚みがあった方がいいんでしょ？あった方が乗り心地はいい感じ。エアが多いってことだもんね。そう、クッションになる部分がね。はい。それは言えてます。これはあくまでもファッションね。そう。ほんとまさにそう。これだってコンパクトカーにつけるサイズだから、それを軽自動車に半ば無理やり履かせんから。ではこれで、この出具合を、車体を落とした時に、ホイールが中に収まる具合を見ていただければと思います。普通乗用車しか乗ってない人からしてみたらわかんないと思うけど、ワゴン R に乗ってる方だったら、これの入り具合が本当感動の領域です。タイヤのホイールの領域がもともと狭いんでしょ？普通の乗用車なんかだと、車種にもよるけども、一般的には、今時の車は、両タイヤがあって、車体が沈むとこうやってタイヤが入っていく。アームがこうだから、こうやって入るじゃん。そうなんだ。そう。それに対して、通常のワゴン R だと、アクセルが一本物で左右繋がっちゃってるから、
こっちが沈んだとしても、こっちで抑えられちゃうんだよね。遮っちゃうんだよね。うん。沈もうとしても、こっちがうん抑えちゃうっていうのと同時に、うんもう一つワゴン R はラテラルロッドっていうのが入ってる。へえ。それがあることによって、沈むんだけども、うん左後ろタイヤね。うん。ラテラルロッドがこうやって入ってんから、沈むんだけど、沈むと、この3点で止まっているので、沈むことによって、両タイヤがこうやってちょっとずれちゃう。逆に右が沈むと、今度ラテラルロッドの影響で、今度両タイヤが右に引っ張られちゃう。だから、M さんのワゴン R につけてた時は、ラテラルロッドがついてる一本物の可変アクセルシャフトだったから、車体が沈む時に、どんなに調整しても、18インチの 7J とかだと、タイヤハウスにゴリ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 当たってっちゃうじゃない。うん。それがその原因なの。だけど、独立アクセルになることによって、完璧に左右が独立だから、片方がグンって沈んでも、こっちは何にもないから、それだから何も影響なしにスイッと気持ちよく中に入ってる。そういう原理です。M さん分かった？今すごい熱い熱弁してたの分かっだから M さんは分かった。た。うん。理解はできた。うん。 M さんが分からないんだったら世の中の人たちに絶対分かんないから。M さんは分かった。うん。なんとなく。ああ、じゃあ微妙だな。うん私の説明が微妙だったということです。うん。熱かったのは伝わったよ。はい、分かった分かった。じゃあ早速下ろすから見てて。はい、降りまーす。ほら、収まっていくんですよ。これでここから見ると、アウトリップっていうのかな。リムだけが外側に出て、タイヤの部分は見事に中に収まるというような感じになってます。はい、それでは今度はフロントのエンジンルームと足回り関係。こちらをですね、一緒にお見せしたいと思います。それではエンジンルームなんですけども、こちら M さんの車両とほぼ同様なんで、昔から見てる方は分かってると思うんですけども、基本的には9排気ブーストアップ仕様です。まず9気。9気に関しましては MH23S のオートジュエル車製のエアクリーナーです。そして、もともとはこちらのバイク用のフィルターをここにつけていたんですけども、私はコンパクトで整備性が良くていいなと思っていたんですけども、一緒に走ってる視聴者さんや私のメカニックのシモさんから、やはりこれよりもこういうエアクリーナーの方が吸入面積が大きいので、これだとどうしても低回転のトルクがないんじゃないかということで、みんなうるさいからこれにしました。結果はわかりません。テクニックの問題です。はい。テクニックの問題です。そして点火関係に関しましては、視聴者さんからいただいたハイスパークイグニッションコイルのイグニッションコイルを入れました。プラグはやはりブーストアップ。そして今現時点ではレギュラーでかなり危険なので、それでブーストアップをしている状態なので、NGK のイリマック9、そちらのプラグを入れてネッカーを上げております。それでブーストをマックス 1.2 キロとかにしても、今のところ短いコースのところを走る分であるならば、ノッキングとかは特に出ていないというような状況になっております。燃長補正に関しましては今のところノーマルです。ブーストリミッター解除は行っております。車内にリモコンとかあるんですけども、こちらが HKS の EVC4 のブーストコントローラーのソレノイドバルブです。これでブーストを管理してます。そして、私の車をよく知っていて、見る方が見ればわかると思うんですけども、こちら、インタークーラーが純正ではないんです。これは、スズキスポーツのハイフローインタークーラー。これを入れてるんですけれども、これまず S ターボ、M ターボ用って出回ってないんですよ。じゃあなんでお前のついてんだということなんですけども、これ実はですね、S ターボでも M ターボでも DI 用のインタークーラーが付ける方法あるんです。多分知ってる方多いと思うんですけども、これはここのタービンから来てるパイピングと、こちらのインタークーラーから繋がってる、ここのパイピングを45度のエルボーのパイプにすることによって、付けられちゃう。つけちゃった。はい。そう、付けられてる。ちょっとこれつくんじゃないかなと思って試してみたら見事につきました。それで、一番この部分で S ターボ、M ターボユーザーの方は心配するところはダクトです。DI は空気が入っていって、下から上に空気を出して当てるんです。それに対して M ターボ、S ターボの純正は、このダクトが上から下に空気を当てるんです。それなので、つかないんじゃないのって思いがちなんですよ。それですが、ご覧の通り、このダクトも S ターボの純正のままです。そして、DI は下からのダクトの受け入れ口があるので、それをつなげて、そのまんまつきます。見事につきます。それなので、これ、インタークーラー諦めてる方、多分いらっしゃると思います。つけられます。ここの部分の45度のエルボーのパイプだけがあれば、つけられちゃいますので、ぜひ、皆さん、インタークーラー探してください。高いと思います。頑張ってください。私、このスズキスポーツのハイフローインタークーラー、送料込みで13,000円ぐらいで購入しました。ぜひ、買っちゃいましょう。それつけたらさ、はい。なんか変わるの？はい。いい質問です。これは、このエアクリーナーから吸って、タービンで
圧縮された空気がここのインタークーラーに入っていくんですけども、このインタークーラーのコアが分厚い、または容量が大きい、またはハイフロー式のインタークーラーに変えると、冷却効率が上がるんですよ。できるだけ冷えた空気がエンジンルームに入っていった方が、空気の密度が小さくなるので、冷えてるとね。それなので、より多くの空気を送れて、パワーが上がるという計算になります。付け替えてみてそちらの効果はどうでした？全くわかりません。暑いから？多分私が鈍感なだけだと思う。おそらく体感的なものからすると、ちょっとブーストのレスポンスが良くなったかなっていう感じはします。ただ、わかりません。データ取ってないってことでね。そうだね。体感的にはちょっと私はわからなかった。ただ、視聴者の高橋さんとか、そこら辺なんかは、いや、インタークーラー変えるだけで全然違うよって言うんで、本当に私が鈍感なだけだと思います。他の SNS とか見ると、やはりインタークーラー変えると体感するぐらい変わったっていう方が多いので、間違いなしに変わると思います。私はそれだけ鈍感です。本当に？はい。あれじゃない？刷り込みじゃない？いや、吸い込みではない。本当に？はい、ちなみに、このインタークーラー、今これ綺麗ですけど、これ届いた時はすげえ汚かったです。それの画像はこちらです。これです。これが元々です。それで私が磨きに磨いて、ここまで持ってきました。ここまで復元できます。このテラテラ具合、カメラが映るぐらい、ここぐらいまで復元できます。しました。はい、しました。それなので、とりあえず安いのでもいいから、私は安いので、ある程度フィンが潰れてしまってんのと、ここがもうボソボソになってる状態だったんですけども、それをフィンを精密ドライバーで起こして、それでその後これを磨いて、それで復元させました。暇ね。ちまちまです。暇だね。はい。こういうのは根気よくできるの。復活する兆しが見えるから。なるほど。ラジエーターとかだったらちょっともう気が遠くなっちゃうけど、多いかな。そう、これぐらいだったらなんとか神経持ちます。じゃあ、15×15 は OK はい。さあ、それで、今このような仕様になってまして、先ほどね、後ろ回りを紹介したときに、触媒ストレート、中間パイプ、滝本 R のマフラー、これによって排気効率も高めてると言いました。その状態で、ブーストが現在、マックス 1.2 キロと。アベレージで1キロ。これぐらいをかけている状態です。それなので、このような感じにすると、もう全然現行のワゴン R にも負けないぐらい、とびっきり速い、ブーストアップ仕様のワゴン R ができます。想定な。間違いない。やってないからな。間違いない。想定な。現行のワゴン R とかだと結構コンピューターの制御が入っちゃうんですよ。それなので、コンピューターもだいぶ頭が良くなっているので、燃料とか緻密に突出する計算とかは良くなってるんだけども、外部のいじりができなくなりづらくなっているので、それだとこれぐらいの MH21S、MH22S ぐらいのワゴン R が機械式スロットルだし、部品もまだまだあるし、値段も安いし、いじりやすいんです。そしてそこそこ速いので、それなので、この方のワゴン R、または隠れた名車 AZ ワゴンなどが未だに20年近く経っても人気な理由なんです。ということで、エンジンルームの紹介を終えたので、この後最後に下回り、マーブラックが速いのかどうかはわかりませんが、この車の速さの秘密をお教えしたいと思います。それではですね、下回りのタイヤハウス周りなんですけども、足はもちろんラルグスの車庫長。そして、バネレートに関しましては、フロントは以前は12キロ入れていたんですけども、日光のいろは坂でバッキリとタイヤがロックしやすい症状に襲われまして、刺さりました。鈴木スポーツのバンパーがばっかりと破損してしまったので、これはやっぱり硬すぎるなということで、現在はハイトが160ミリ、長さが160ミリですね。それに対して7キロのバネを入れてます。これに変えたら、今までブレーキ入れて曲がってたところが、ブレーキを入れずに曲がれるようになりました。よし、サイチャレ行こいきますよ。う。いろはで。ありですね。サイチャレ。それなので、かなり足回り仕上がってきております。そして、早く曲がれるということは、やはりブレーキの方もちゃんとしっかり止まれるようなブレーキにしたいので、メッシュホースを入れて、そしてブレーキ自体を、WR のね、カーボは純正だと13インチのブレーキローターなんですけども、こちらは HT51S の14インチのブレーキローターに変更して、そしてブレーキパッドの方をディクセルの S タイプ。こちらがですね、コスト的にも制動力的にもバッチリなパッドとなっています。ND ロードスターの純正とか履かせるときなんかは、ちょっと深くなってしまう。ホイールのリムとアブソーバーが干渉してしまいますので、15ミリのスペーサーで外側にホイールを出してます。こんな感じです。バチバチに効くブレーキでございます。それでは最後に下回りを見てみました。それでは今度は下回りなんですが、中間パイプの根元の部分ご覧ください。やっぱりガンガン踏むことによって綺麗なチタン色にね、ステンレスパイプなんですけども、綺麗なチタン色に焼き上がってます。
そして、ブーストアップとか、今後のね、パワーアップのことなんかも兼ねて、やはりパワーが上がっても、そのパワーをタイヤの方に伝えなければいけないために、ATF をですね、この車両4万キロしか走ってないんですけども、しっかりとしたパワーを伝えたいので、ATF のオイルパンを外して、そして内部のストレーナー洗浄を徹底的に行いました。そして同様に新しい ATF を入れて、やはりストレーナーと ATF を変えることによって、しっかりとした駆動力が確保されました。同様に、今現在、ボディ補強とかは特にしていないんですが、この動画の撮影が終わったらですね、いよいよ補強バー関係を一気に入れていきたいと思います。部品の方は届いておりますので、今後の補強バー関連に関してお楽しみにしていただければと思います。そして変更部分に関しましては、こちらのロアーム、そしてスタビリンク、そこを挟んでるスタビリンクのブッシュ、すべて新品にして、スタビリンクブッシュに関しましては、ウレタン製のよくネットで見るやつですね。そちらに交換してシャッキリ感を与えております。そしてロアームも交換してますので、必ずワゴン R 購入した時によくあるロアームのここのブッシュの部分のひび割れなども一切ない状態となっております。そしてさらにスタビライザーのブッシュの方に関しましても、強化用のスタビライザーブッシュを入れて、かっちりとしたね、乗り味になるように仕上げております。やはり、車庫帳とかをね、どんなにいいものを入れたとしても、ブッシュなんかをしっかりしたものを入れなければ、正直ね、効果を 100% 体感できませんので、やはりブッシュっていうのをしっかりと見直すということが大事だと思います。ワゴン R や AZ ワゴン系のブッシュ周りに関しましては、このロアームとスタビリンクとスタビライザーのブッシュ、純正のアッパーマウントを使っている方なんかはそこを交換してしまえば、フロント周りはエンジンマウント以外は全てのブッシュがこれだけとなっておりますので、非常に安価でできますので、ぜひブッシュ交換を行った方がいいと思います。車庫帳だけ入れて、俺車庫帳入れてんだぜって生きがってる方はまだまだでございます。じゃあホイールつけよう。よし、よし、よし。よし、よし、よし、よし。ようしうしうしおいしょっておっさん掛け声やめろ。まあみんなこのホイールもう見慣れてっから、今更18インチ入れても誰もみんな驚きもしないんだけど。19入れりゃいいじ入らない。もうさすがに入らない。ゃん。入れるんだよ。さすがに無理だな。タイヤホイールなんか外しちまえ。削っちまえ。何を削っちまう？逆に車高を上げて、うん車体の下でタイヤを転がしゃいいんじゃね？何言ってるか全然わかんない。ボソボソやめろよ。いや、何言ってるか全然わかんないですよ。ボソボソ言ってない。ガキンチョが、あーって。はい、ということで、これが私のね、ワゴン R MH21S、AZ ワゴン MJ21S の速さの秘密でございます。え速さの秘密。俺じゃねえんだ。現状では車のポテンシャルはものすごく高いです。ただし、私のドライバーテクニックが全く追いついていないのが事実でございます。それなので、まだまだ一緒に走っている視聴者さんたちの方が早いんですけども、見ててください。これから私がこの車両乗り慣れてきた頃には、皆さんを任す時が来ると思いますので、それまでね、楽しみにしていただければと思います。ということで、この車両いかがだったでしょうか？かっこいいなと思ったり、いいね、20年前のワゴン R でも全然いけてるじゃんと思いましたら、グッドボタンやコメント、またはハイプの方なんかもね、していただいて、他の動画なんかもたっぷりと出しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。M さんなんかある？うん。俺のテクニックって言ったけどさ、はい。俺のメカニカルも問題なんじゃねえの？何が？何も問題じゃないでしょ。このいい加減な質問するのやめてくれます？いい加減。もう4年経ってますけど。車がさ、速くなったって言ってるけど、俺のメカニカルの、いや。なんだお前、どっちに質問するって自分で笑ってんじゃん。はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら。君とそれ